どうも、ベトナムから日本大阪へね、一時帰国中のウッツです。今回も実家から撮影しています。今回何をするかっていうとね、この引き出しなんですよ。これがね、下の扉と当たってるんですね。まあ何かというともう一回チェックはしてるんですが、裏側ですね、裏側、下側。ここがね、うまく映んないか。削れちゃってるんですよ。映ってないな。まあいいや。要は中にね、物が入りすぎて重くって引き出しがね、削れちゃったんです。これをね、まあ今当たってるもんだから、下に下駄を履かせてちゃんと浮くように、上に上がるようにね、したいと思います。とりあえず中身を出そうかな。これ引き出しね、取り外して軽く掃除しました。さっきうまく映ってなかったけど、これなら映るのかな。こんな感じでね、ここがすごいすり減ってるんですよ。こんな感じです。反対側もね、減ってます。それで実はホームセンターも行ってきてね、こんな角棒を買ってきました。プラスチックですね。 PVC って書いてあるんで、ちょっと強度的に不安はあるんですけどね、これをちょうどの長さに切って貼り付け、ここを切ってから貼り付けですね。で、あとは木ネジでね、留めちゃえばいいと思います。で、ノコギリは持ってるんで、これがね、板がはめ込みになってるんで、ちょうどここでね、切れば、今回のやつは若干低いんだけどもうまくいくと思うんですよ。1.2 センチ ×1 センチなのかな。だから本当は 1.2 センチでね、高くするとちょうど合うんだけども安定が悪くなりそうなんで、幅広ね 1.2 センチを横にしてこういう風につけたいと思います。なんでここをね、ノコギリで切っていくんだけど、部屋の中で切ると大変なんでね、撮影しないで外で切ってきます。これね、こんな感じで切れました。実は案外ガタガタしてるんですけどね、それはあとはちょっとのみで削って、で金属用しかないんですけどね、ヤスリで削っていけばうまくいくと思います。これは確か高校の技術で買った大工道具だと思うんですけどね、これをうまく削ってこうやって切っていけば削れるんじゃないのかな。で、この角棒をね、ちょうどの長さに切るんだ。金の子もね、買っておいたんで普通のノコギリでも切れるんでしょうけど、これでやればいいんじゃないかな。ここもちょっとね、動画は撮らないで外で切ってきます。これね、のみでまっすぐにして、ちょっとヤスリで削ってね、このプラスチックもね、切ってきました。さっきね、私これ高校の技術で買ったって言いましたけど、よく思い出すとね、中学校の時ですね。高校で技術はやってないんで、まあまあだから40何年前のね、研いでもいないのみでも綺麗にね、削れました。これであとは位置を決めてね、穴を開けていけばいいんだ。こいつが40センチあるから5センチ5センチで10センチ間隔で穴開ければね、これぐらいで持つんじゃないのかな。下は支えられてますからね、もう大体でいっちゃいます。これ木の方を見るとね、この幅が 1.2 センチで、まあ大体一緒なんでね、これの真ん中で板と一緒に穴開ければね、というかネジを締めればうまく固定できると思います。
これも、動画にしないで穴開けてきます。これね、穴開けてきました。多分僕が子供の頃からあるドリルじゃないのかな。ずいぶん古いね、マキタです。今のマキタってローマ字ですよね。これは、なんぼだっけ。このネジが 3.1mm なんでね、3.5mm の穴開けて、皿ネジなんでね、上の頭が隠れるようにね、でっかなやつで穴を開けたというか、くぼませておきました。これをすればね、このネジ山じゃないや、ネジの頭がね、隠れてくれるんです。で、あとは位置を合わせて締め込めば OK じゃない？出てるか。これでね、完成です。前にタンスの引き出しとかをね、滑りよくするこんなやつダイソーでね買っておいたんで、念のためこれを塗っておけばいいんじゃない？ OK。 さあ、あとはね、これをはめるだけで、ここもね、両サイドちょっと削れちゃってるんだけども、まあまあ大丈夫でしょう。これがね、別に問題なく動くし、ここがもうちょっと上がってほしかったのかな。まあとりあえずこれで OK にします。しかし高さがこれはやっぱ下がってるんだな。まあまあとりあえずこれで OK にします。それではまた。